俺は確かに英雄になった。エミヤ四郎という男が望んでいたように正義の味方になったんだ。俺はその事実が間違いだと知っている。その男の人生には何の価値もないことをな。確かに俺は理想通りの正義の味方とやらになったさ。だがその果てに得たものは後悔だけだった。全ての人間を救うことはできない。全体を救うために少量の人間を見殺しにするしかない。お前にも覚えはあるだろう、セイバー。いずれ幸福という席からこぼれる人間を速やかにこの手で切り落とした。それが英雄とその男が理想と信じる正義の味方の取るべき行動だ。多くの人間を救うというのが正義の味方だろう。だから誰も死なさないようにと願ったまま大勢のために一人には死んでもらった。誰も悲しませないようにと口にして、その陰で何人かの人間には絶望を抱かせた。ただ誰もが幸福だという結果が欲しかった。だがそれが叶えられたことはない。生前も死後も守護者というものが自動的な装置であることは知っていた。死後己が存在を守護者に預けた者は輪廻の枠から外れ人類史を守る道具になるのだと。それでも誰かを、窮地にある誰かを救えるのならそれでいいと思った。だが実際は違う。守護者は人など救わない。守護者がすることはただの掃除だ。すでに起きてしまったこと、作られてしまった人間の業をその力で無にするだけの存在だった。霊長の世に害を与えるであろう人々を善悪の区別なく処理する殺戮者。馬鹿げた話だ。無力だった頃の俺と何が違う。俺が救いたかったものをこそこの手で削ぎ落としてきた。正義の味方などというくだらない理想の果てにな。人間の後始末など真っ平だ。だが英霊となった俺はそれを永遠に繰り返す。お前もいずれ俺に追いつく時が来る。これがその結末か。これからその道をこの足が歩くかと思うと心が欠けそうになる。それは全て事実だ、エミヤシロ。俺に追いつくとはそういうことだ。お前は本当に正義の味方になりたいと思っているのか？何を今さら。俺はなりたいんじゃなくて絶対になるんだよ。そう、絶対にならなければならない。なぜならそれはエミヤシロにとって唯一の感情だからだ。たとえそれが自身の内から現れたものでないとしても。子が親に憧れるのは当然だ。だが最後に奴はお前に呪いを残した。お前はあの時正義の味方にならなくてはいけなくなった。お前の理想はただの借り物だ。エミヤキリツグという男が取りこぼした理想、エミヤキリツグが正しいと信じたものを真似ているに過ぎない。見ろ、その結果がこれだ。初めから救う術を知らず救うものを持たず醜悪な正義の体現者がお前の慣れの果てと知れ。その理想は破綻している。自身より他人が大切だという考え、誰もが幸福であってほしい願いなど空想のおとぎ話だ。お前の正しさはただ正しいだけのものだ。何言ってんだお前。くだらん、くだらん、くだらん、くだらん。そこまで分かっていながらなぜ間違いに気づかない。正義とは秩序を示すもの。全体の救いと個人の救いは別のものだ。その二つは絶対に両立しない。正しい救いを求めれば求めるほどお前は自己矛盾に食い尽くされる。
ただの殺し屋になり下がる。それがわからないのなら死ね。じゃないじゃない。この夢は間違いなんかじゃない。もはや見るに耐えん。